皆さんおはようございます。岩崎です。今日は東京国際フォーラムで開催されたワークマン UV 遮熱製品発表会に行ってきました。ワークマンといえば最近はデザインも良くなって登山で使う人も増えていますよね。でもこれ本当に登山で使えるのって思う機能も正直あったりしませんか？ということで今回は登山目線で本当に使えるものだけを厳選してご紹介します。過酷な夏山を想定して本音でレビューしていくので最後までチェックしてください。それではどうぞ。まず1つ目は X シェルター遮熱アルファフーディー、お値段2900円。今回の発表会で一番衝撃だったアイテムです。登山目線で一番嬉しいのがこの UV サーモアラートチェッカー。紫外線に当たると色が変わって日差しの強さが視覚的にわかるんです。山の上って知らないうちに焼けていることってあるじゃないですか。こういう機能ありそうでなかった。それからこのフード、濡らすと気化冷却で首元がしっかり冷えます。汗をかく登山口へのアプローチや低山の樹林帯ではかなり有効だと思います。手や甲の UV ガード、逆回ファスナー、脇のベンチレーション。2900円でここまで揃えてくれるのは正直かなりコスパがいい。ただ正直に言うと真夏の急登で無風の時、生地がやや熱をこもらせる可能性はあります。実際の山で試してみたいポイントですね。フーディー以外にも X シェルターシリーズって実は充実していて、登山で使えそうなのがクライミングパンツ2500円とカーゴパンツ2900円。ストレッチが効いていて夏の低山でフーディーと合わせると UV を上下でカットできます。あと個人的に試したいのがアームスリーブ980円。半袖シャツの上に重ねるだけで日焼けを防げるので、すでに持っている夏ウェアに追加するだけでいい。980円で UPF50 プラスなら試さない理由がないですよね。続いては今年の新モデルペルチェベストプロ3、19,800円。
ペルチェ素子というデバイスが背中、腰、前面に計5個入っていて、スイッチを入れると直接プレートが冷えます。ファン付きウェアとの一番の違いは風に依存しないこと。湿度が高くて蒸し暑い日でも関係なく冷えるので、梅雨明けの低山とか雨上がりの蒸した上りにはファン付きよりこっちが有効だと思います。今年のモデルはグラファイトメタル仕様で冷却効果がアップ。バッテリーも2万 mAh と大容量で最長8時間以上稼働します。正直気になる点は重さ。バッテリーを含めると1キロ近くなるので長距離の縦走には向かない。でもキャンプやフェス、テント場でのんびりするには最強のアイテムです。ここ実は発表会で装着してみたんですが、プレートが当たってる部分びっくりするぐらい冷たくて、初めて体験する人は絶対ってなると思います。さらに上位モデルも発表されていて、7個式スペシャルエディション 29,800 円、プロ3の5個から首元に2個追加されて計7個になっています。首って冷やすと体感温度がかなり変わる場所なので、この追加は正直かなり大きい。それから LED が光ります。冷却モードで青、温熱モードで赤に光る。夜のキャンプや登山道での視認性も上がって安全面でも良い。ただ 29,800 円はさすがに登山の装備としては二の足を踏む価格。これは登山よりも夏フェスやイベント、屋外作業が多い人向けかなという印象です。最後はファン付きベスト。9,800 円のエントリーセット。ファン2個とモバイルバッテリーがついたベストのセットです。仕組みはシンプルで、背中のファンが空気を取り込んでウェア全体に風を通します。全身が涼しくなるのがペルチェにはない最大のメリット。晴れた日の平坦なトレイルならこれが一番気持ちいいと思います。気になる点は2つ。1つはザックを背負うと風の通り道が塞がれること。もう1つは岩場や狭い道だと膨らみが引っかかる可能性があること。登山で使うならザックとの干渉をどう逃がすかが鍵になりそうです。ザックを下ろしている時専用と割り切れるならファンの涼しさは本物です。というわけで今回の発表会、登山目線のジャッジはこうなりました。X シェルターフーディーは買い、2,900 円でこの機能量は予備の1枚として優秀すぎます。アームスリーブ980円も一緒に買います。ペルチェプロ3は登山では用途次第かな。涼しさは本物だけど荷物をこれ以上重くしたくない。ただキャンプや低山でのんびりなら最強の選択肢。7個式スペシャルは今回はパス。面白いけど 29,800 円は登山装備としては高すぎる。ファン付きは山頂ランチタイム専用として使えそう。皆さんの夏山の暑さ対策何か考えていますか？ペルチェ派？ファン派？それとも自然の風派？ぜひコメントで教えてください。全部読んでいます。チャンネル登録と通知オン、あとハイプでの応援もいただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。